足は内側を踏みしめて歩くのをやめると驚くほど楽に軽く歩くことができるようになります。前回からゆるかかと歩きのファーストステップからセカンドステップの習得に入っていっています。セカンドステップとは外重心のこと。後ろ側の外重心になっていくというのがゆるかかと歩きの最終形です。前回はそのセカンドステップの立ち方から始めました。今回からはセカンドステップの実際の歩き方への導入というところに入っていきます。では実際にやっていきます。前回に立ち方をやっています。立ち方は膝を内に締めるのではなく、お尻を締めて外側の後ろ、かかとの外側、この辺りに乗っている感じです。この辺りではおかしい感じになっています。で、この状態からそのまま片足を出した状態、ここから歩く練習はスタートします。この状態からスタートですね。まずは理想的な動きをよく見ていただきます。この際問題になるのは軸足の方です。軸足に注目してください。悪い人はこういう感じになります。今からやるゆるかかと歩きのセカンドステップの動きはこんな感じの動きになります。こんな感じの動き。膝が後ろの外、こういう動きではなくこういう動きになります。鏡をよく見て練習するとやりやすくはあります。この時のポイントになります。ポイントは親指を踏みしめていると当然こういう動きにはなりませんので、親指をこういうふうに踏みしめず力を抜いて踏みしめないで外に流れます。外ではありません。外の後ろという感じですね。入れ替わるという感じです。半身になるとか入れ替わるという感じですね。そして次にチェックして気をつけていただきたいのは、前の膝を突っ張ってしまうともう外には回りません。今まで足を蹴るように歩いてきた方はこの足をついついピッと先に伸ばしてしまいがちですから、伸ばさないように柔らかくしといてこのように抜きます。横から見るとこんな感じ、こんな感じですね。こうしてしまうとダメですね。こっちなしでやってみましょうか。この感じです。この感じ、こういうのはダメですね。この感じになります。このように片足ずつ何回も練習するのが一番やりやすくはあります。この際まず不安定な場合は壁などを持っていただいてゆっくりと動かしていきます。そして3つ目のポイントになるのが、体が前に行きながらやってしまうとこれは軸がかかとにならず前足部になってしまいますから、このままこの位置、体は動かない位置で練習します。何か持っておくとやりやすくはあります。感覚的に言うとこちらの足、今から出てくる足が出てくるまで待っているという感覚でしょうか。この辺りですぐに前に行きたくなるのが今までの体が突っ込んで歩いている人の癖なのですが、体が前へ行こうとせずに足が体より前へ出てくるまで待っといてあげるという感じです。いかがでしょうか。このような形で練習していただくとセカンドステップの最初としてはやりやすいのではないでしょうか。注意点いくつかもう少し挙げておきます。まず1つ目が、これはファーストステップの上に乗っているものです。ですからファーストステップを全く無視してセカンドステップだけやっても仕方がありません。そのような方はどうなってしまうかというと、外ばっかり気にした結果、重心はこんな風に前に行ってしまいます。横から動画なんかを自分で撮ってみると分かりますが、こんな風に
体が前に流れてしまっているとやっている意味はありません。横から見た場合はこのような形で体は全然前に行かないというのが大事です。ちなみに今は私はこれは分かりやすいように体を振っていますが、実際は動くのは体ではありません。動くのは鼠径部のところですね。いつも膝を締めて内を踏んでた人は股関節が内旋、内側に旋回しているという状態です。ですからここの問題です。体を回してしまってもそれは外に乗ったことにはなりません。私はファーストステップを教えていて、セカンドステップに入った時にいつも患者さんや生徒さんには、頭の中は最初はファーストステップ8でセカンドステップ2ぐらいの割合で気をつけて練習するようにしましょうと言います。もしくは最初のうちはファーストステップの中に取り入れるのは軸足の親指を踏みしめないようにしようというのだけでも構いません。親指を踏みしめなければ勝手に足は次に出ていく足に押し出されて外に流れるようになっています。これを何度も繰り返しているとだんだん感覚というのは分かってくるので、まずはそれぐらいから始めるのも良いでしょう。そしてとにかくこの辺りというのは今までファーストステップだけでも難しかったのがセカンドステップも入ってきてややこしくなっています。ですからゆるかかと歩き指導の先生などを頼ってしっかりと自分の現在地を掴んでずらさないように練習するのが重要です。頑張ってください。